皆さん冬といえば何ですか？冬といった釣り方ですか？いやいや、季節スキーだよ。うんスキーえスノボーにスキーよ俺は。まあ冬といえばはい何でしょう？釣り方、もちろん両グルテンまたは両団子の底釣りでいろいろありますけれども、最近もう管理釣り場といえば皆さん大好きな段底。関西の方では段床とも言いますけどね、まあ床釣りって向こうね言いますから、ただまあ今回は段底というふうに言わさせてもらいますけれども、今日は冬の末ゆこさんで段底をやっていきたいなと思うんですが、段底もねいろいろやり方があるんですよ。本当に十人十色、棚の取り方から餌から馴染み幅、いろいろな事柄が人それぞれによって違うんですけれども、今日はねゲストをお呼びしていろいろとご教授を賜りながら僕とケンちゃんで実況していくという動画を撮っていこうと思います。そしてですね、僕たちもご縁のあるクルージャンさんから2025年ウィンターバージョンの浮きがリニューアルとなりました。おめでとうございます。おめでとうございます。4年ぶりですか？ケンケンさんもウィンターバージョンのさ、2021年バージョン赤いやつ持ってるよね。持ってます。もう新しくリニューアルされて、まあその一部を今回ね持ってきてるんですけど、もちろん浅田のパイプ PC もあるし、提灯の PC グラスもあるんですが、今回2021年の旧バージョン旧モデルは段底の浮き PC とグラスしかなかったんですけど、そこにですねウィンターバージョンの段底パイプがプラスになりました。段底パイプですか？はい、いいですね。こちらが新しくラインナップに追加されるということで、今日はこの段底パイプを使って段差の底釣りをやっていこうと思います。ただし僕たちだけじゃ先ほど申した通り役不足なのでゲストにねクルージャンウィンターバージョンの2025年新モデルを各種ご説明をいただいた後に段底のレクチャーをいただきたいなと思います。それではケンケンさん、はい、この2024年から2025年にかけての玄関期段底行ってみましょう。よろしくお願いします。クルジャン様。それでは今回の段底のゲスト、クルージャンインストラクター並びにマルキューアドバイザーの稲村さんです。よろしくお願いします。どうも、今日はお招きいただきましてありがとうございます。いや、もうこのね金藩長江遊戯録出るのね夢だったの。いや、そんなこと言われる。もうこれでメイドの荷上げでいきましたので。惜しすぎますね本当に。もう僕らの印象としては、正直僕ら釣り始めて今3年経って4年目にあるんですけど、その時にやっぱりヘラブナ釣りを始める時に、マルキューさんの公式動画だったり、クルージャンさんの動画だったり拝見させていただいたんですが、その中で一番印象に残ってるのが町議最前線、あちらでの稲村さんのこう語りというか、勉強になる語りをまさかお顔出しで父ちゃんに出ていただけるなんてありがたい限りでございます。もうあちらはねもう黒子に徹してもう上手なインストラクターさんのねこう後ろからちょっとねいいとこだけをこう語ってればもうそれで済むことなんで、もう本当に拙い解説で申し訳ございませんが、とんでもございません。今日は一生懸命務めさせていただきます。よろしくお願いします。提供させていただいております。そして今回なんですけれども、新しく発売されるウィンターバージョン、クルージャンウィンターバージョンの浮き、先ほど公式 YouTube で、私と稲村さんでいろいろご説明をさせていただいたんですけれども、今回の動画では段底に焦点を当てるので、浅棚の浮きだったり提灯の浮きっていうのは、クルージャン公式さんのどうぞ YouTube の方で、稲村さんの解説をご覧いただければと思います。よろしくお願いします。それでは今回、クルージャンウィンターバージョンの新作出ましたけれども、グラス PC、普段のラインナップに加えてですね、今回は段底の細パイプが追加になったということで、今日はこの細パイプを使って段底の実調をしていこうかなと思うんですけれども、ざっくばらんに稲村さん、今回この細パイプをラインナップに加えた理由を今一度ご説明いただいてよろしいですか？はい、実はですね、従来品今までのモデルはトップの仕様が PC ムクトグラスムクト
この2種類だけだったんですけれども、ちょっとねここ数年使ってみて、そのバラ系の持たせ方とか、それが一番のメインではあるんですけれども、実際にこの関東の大きい釣り場、特に管理釣り場だと風の吹きっさらしになるようなところって結構あるじゃないですか。段底みたいにその繊細な釣り、繊細な浮きを追い求めるのはもう当然なんですけども、やはりその風ですとか流れによって浮きが霜って肝心の食い当たりが出ないとなると、これまた本末転倒の話なので、そういったちょっとね使いにくさというか、この浮きの唯一の欠点であるところのそういうものに対しての耐性といいますか、耐久力っていうのかな、それをちょっと上げるためにどうしてもそのパイプトップの浮きっていうのが私自身その必要性をすごく感じたので、今回メーカーさんにお願いしてね、ぜひこのパイプトップ浮きもラインナップに加えてくれということで、お願いして、この完成に至ったという、そういった経緯がございます。ありがとうございます。今日午前中からクルーちゃんさんの公式を含めて、実調でこの断続の浮きを使わさせていただいているんですけれども、さっきおっしゃった通り、今日はちょうど風が3、4メートル吹いておりまして、最初僕 PC とグラスを使ってたんですが、やっぱり風で絞りすぎちゃったり、そういった現象が起こったんです。あとまだ魚が時期が今12月前なので、動いてるので水流でちょっと煽られちゃったりっていう現象が多かったんですけど、それをパイプに変えた途端にやっぱりしっかりと馴染んでくれて、そして浮力があるので戻りもしっかりと出て食い当たりも出してくれる、そういった浮きの動きをしていただいたので、やっぱりこのパイプトップをラインナップに加えていただいたというのはすごく嬉しいことだと思ってます。そうですよね。もう今日はもう金谷自身がね、全部の浮きを使ってもらったということで、これはユーザー代表しての声ということで、もう非常に信憑性のあることだと思うんですけども、実際に確かにその杭が渋くなれば渋くなるほど繊細な浮きはいいんですけども、今日みたいに風が強いとか、また魚が活性がちょっとあってね、動いてしまう時っていうと、余計な浮きの動き、本来渋くて出ない浮きの動きを出したい浮きがかえって動きすぎちゃって難しくなっちゃうっていうことがあるんで、あえてそういった浮きの動きを考慮しつつも肝心の食い当たりだけをきっちり出すっていう、やっぱりそういう面ではこのパイプのメリットっていうのを金谷自身が多分今日よく分かってもらったと思いますんで、非常に嬉しいです。そして従来の2021年の時の赤いウィンターバージョンの浮きとは、もちろんデザインは全く違いますけれども、もう浮きのボディの形状が全く変わりましたよね。そうですね。よりその現代の釣りに合わせて、シェイプアップしたといいますか、より感度を高めてある。ですから、仮にパイプトップ浮きにしたところで、その感度の鈍さっていうことは一切そのデメリットとしては出ないように、設計の方をちょっとリニューアルしてますんで、ぜひねこの冬。もう多分ね、もう去年一昨年に比べるとさらにちょっと渋くなると思うんですよ。冬はもう寒いですし、魚も大型化して口数が減ってるっていう中で、せっかくの1日ヘラバナ釣り楽しむんであれば1枚でも2枚でも多く釣りたいじゃないですか。そういった時にね、ぜひこういう浮きを使っていただきたいなというふうに思ってます。この動画出るのは多分12月中頃だと思うんですけれども、多分その時期ってもう断底にこれからシフトしていく時期だと思うんですよ。なので多分やり方わかんない人、またはおさらいしたい人、またはそれ一歩先を知りたい人もたくさんいらっしゃると思いますので、その方に向けてちょっと稲村さん目線から、仕掛け、棚の取り方、餌、そして実調という形で、このウィンターバージョンの細パイプを使って、ご説明をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お任せください。それでは稲村さんの実調解説いってみましょう。じゃあまず仕掛けのご説明よろしくお願いします。じゃあまず今日の仕掛けですね。ここは西予山の中央桟橋、だいたい中央桟橋の真ん中ぐらいなんですけども、先ほどねちょっと測ってみたら15尺いっぱいちょっと余るぐらいかなの水深がありますので、今日使う竿は、15尺で、道糸が、クルージャンのこれペットラインなんですよね、いわゆるエステルライン。底釣りやるときには本当に伸縮、この給水とかその形状変化による伸び縮みがほぼほぼないラインなので、棚が狂ってしまうと釣りにならない底釣りで使うにはベストのラインになってます。で、ちなみに今日はね太さ的には、ちょっと真冬の釣りを想定してということなんで、これ 0.65 のペットライン、それであとはハリスですね。ハリスが、上が
これも極限のね新しいハリスなんですけども、ナイロンハリス、10センチ、針がサソリの8号で、下がですね同じく極限のハリス、今日は 0.4 号です。長さがこれね、今日ちょっとやってみて魚がかなりこうなんていうんですかね、ちょっとこう底を離れ気味で、なんとこう落ち着かせたいなと思うことということを考えてたので、ちょっとね、冬場の段底ですとだいたい短くても50センチ、長い時には60、70っていうこともあるんですけど、今日はちょっとあえて短めの45センチにちょっとしてやってます。で、針は、サソリの、こちらは3号っていう形でやっております。肝心抜きなんですけども、これは、ウィンターバージョンの2025、今年のモデルの一番大きい番手のやつですね。こちらをちょっと使ってみたいと思います。6番ですね。はい、で、パイプトップの浮きなんですけども、餌落ちメモリを、今回、少しねまだ火星の高い時期だっていうことでバラ毛をしっかり入れたいということで、6目出しで今回は設定します。で、皆さんお使いになるねバラ毛によって多少のこのメモリの変更っていうことは当然調整は入れていただきたいんですけども、しっかり入れてゆっくりこう上げてってっていうスタイルを好まれる方はちょっと多めにトップを出していただいて、で逆にですね早抜きして食い当たり早めにこう食わせだけで待ちたいなという方はちょっと沈め気味で、またね流れとか風とかがある時っていうのはやはりこの沈め気味にしておいた方が最終的にね食い当たりを取る時も頭が振られずに済むので、そういったところも参考にしてもらえばいいと思います。今日のところは6番目の黄色が出たところで餌落ちメモリを取ります。でまずその餌落ちメモリを決める時の決め方なんですけども、当然なんですけども底釣りなんで、そこについた餌落ちメモリと中での餌落ちメモリっていうのが変わるっていうことをまずちょっと頭の中に入れておいていただきたいんですけども、はい、底釣りって言ってもまずは、針が底についていない状態、中層での餌落ちメモリをまずは確認して、決めていただきます。で先ほども言ったように自分今回の場合は6メモリ出しなので、もう一つですね、この緑が沈んで黄色が出たところが餌落ちメモリになります。これ餌落ちの取り方って、下張りはもう重さ消えるからもう上張りだけつけてそれで餌落ち取るっていう方もいらっしゃるじゃないですか。これっていうのはあれですか、もう考え方の違いとかなんですか？皆さんね隆起があるのでね、理論的に下張りがそこについて、その状態で餌落ちメモリを自分で決めてっていうのであれば別段つけた状態で、決めてもつけない状態で決めても構わないんですけれども、自分の場合はその段差の底釣りっていうと絶対に下張りがそこについてないと当たりが出ないっていうふうに考えてます。で、そういう観点からするとどうしてもその下張りがついたという、どうしても浮きのメモリの中で保証が欲しいので、つけて、もちろん消えた状態と完全にそこを切った状態で針の重さがかかった状態のこの違いっていうのを、どうしてもちょっとこう把握しておきたいっていうのがあるので、自分の場合は全て上張りも下張りもつけた状態で、決めてます。その辺はね流儀があるので僕はどっちでもいいなとは思ってるんですけれども、これが、今、重りをね調整して、下張りがまだそこについていない状態での餌落ちメモリ、言ってみたら中での餌落ちメモリになるんですけれども、この餌落ちメモリを決めるときに大事なことがあって、よく餌落ちメモリを決めるのに今日はね15尺いっぱいの棚なんですけども、これを1メーターぐらいの棚でね餌落ちメモリ大きめに振って決められる人いるんですけど、できるだけね自分が釣ろうとしている棚に近いところ、今日は底釣りなのでもうそこに近いところで餌落ちメモリ決めてください。ラインの特性で吸水してちょっとね重みがこう加わっちゃう場合もあるので、今回のねこのエステルラインの場合はそういったことも全くないんですけども、念のためにね、自分が釣ろうとしている棚の近くで餌落ちメモリを決めるということ。特にこのウィンターバージョンって非常に感度が高くて、ちょっとしたことでねこの浮きのメモリに半メモリぐらいこう影響が出てしまいますので、ここはちょっと慎重に決めていただきたいところです。でこれで決まりました。そうしましたら続いては棚取りです。段差の底釣りなのでもちろん下張りに棚取りゴムを
つけます。下張りだけですね。で打ち込みます。で棚取りゴム、自分は粘土タイプのやつを非常にこう小さく丸めてね、この浮きで見ていただくと分かるんですけど、このぐらいの勢いでこう沈んでいくっていうのかな。これがあんまりストーンって入りすぎちゃうと、重すぎるので若干大きめを測ってしまったりとかっていうことがあるんですけども、このぐらいであれば、ほぼほぼねこう上げ下げしていれば自分が釣ろうとしている棚に近いところまで簡単に持ってくることができると思いますので、こんな感じですよね。前後左右ここはちょっと把握しておいて、地底のこの傾斜とか、この凸凹ですよね、これがあるかないかっていうのをこの段階である程度探っておきます。でそれと一つ自分が一番気にかけていることがあって、この着底した瞬間のちょっと浮きの弾み方っていうのをちょっと見てもらいたいんだけど、一回入ったやつがふっとこう、ありますね、弾かれるように戻るじゃないですか。実はこれで、あくまでこれ私のイメージなんですけど、地底の硬さというか安定感っていうのをちょっとこう見てるんですよね。これが柔らかいヘドロだったりするとトンと入ったまんま止まってたり、渋々ってさらに入ったりすることが稀にあります。でそういったところの場合っていうのはもうあらかじめ掘れることを頭の中に入れておくっていうことと、地底がある程度悪いのでちょっと当たりの出方が悪いのかなっていうことももちろん考えますし、釣っていく中で当たりの出やすい地底を探りながらやらないといけないかなっていうこともこの棚取りの段階である程度分かります、この感じですよね。トンとついてポッと戻るっていう、この感じね、これはある程度地底の硬さが保証されているというか、底釣りをやるには比較的適した地底であって、こうやってってもおそらく魚がかかっても相当数釣らないとこう掘れたりしない、安定した地底だなっていうのが分かります。っていうことですよね。本当ですね。戻りますね。で、今、トップ3メモリぐらい出てたと思うんですけども、いろいろと流儀があってトップ先端ギリギリにこだわる方もいるんですけども、自分はねそこまで極端にこだわってはいないんですけども、一応念のためにねもう一度先ほど測った棚よりも若干浮きをねこう下げてみて、これでトップギリギリになるはずなんですけど、それのちょっと裏付けをここで取ります、こういうことですよね。今3メモリ出てたのに対して自分が今2メモリ分ぐらいをちょっとこうわざと深くして取ったところ、思った通りの結果が出てるんで、この地底はほぼほぼこうフラット、前後左右今ちょっとねこう測ってみて比較的安定している棚が今頭の中にインプットされましたんで、これで実際にこの底釣りを始めた時にこうちょっとこう餌打ち点がずれたりとか、流れでこう浮きが左に行ったり右に行ったりっていうした時にでも、地底がどういった形になってるのかっていうのが分かってるとこう自信を持って当たりを待てる、それの裏付けをこの段階でしっかり自分の中にこう落とし込んでおくということで、トップ1メモリ残し、ここにこのトンボですよね、目印のトンボをトップ1メモリ分のところですね、ここに合わせておきます。でそこに先ほど中で測った餌落ちメモリを持っていくと、理論上これで下張りトントン。ただ段差の底釣りで確実に底につけていなければいけないという条件があって、その中でトントンで取るっていうことは非常にリスキーなので、さらに自分はスタートの段階で2センチ3センチぐらいかな、先ほどの餌落ちメモリがこの黄色でしたので、そこから1つ2つ3つ目緑ですね、これねメモリ1つどのぐらいあるのかな、ですからずらし幅とするとおそらくこれで4センチぐらい、3センチから4センチぐらい、理論上はずれてるというか確実にそこについてる。ですからそこが仮に1センチ2センチ掘れたとしても下張りの食わせはそこにつくという、これで保証を得たことになります。でこれが餌落ち、それと棚取りの手順になります。
大事なことはここで一旦棚取りゴムを外して空張りで内を取ります。でこれ今ねちょっと流れるだけでちょっと浮きが絞っちゃうんだけど、垂直に上げて着底した瞬間っていうのが、はい、先ほど中で決めた6目盛り目の黄色の下の緑が出た状態になってると思うんですよね。今見えてますよね。見えてます、見えてます。7つ目ちらっと、これが下張りがそこについて下張りの重さが消えた状態っていうふうに理解してもらえる。で今こうじわ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 入ってるのはこれ絞りです。はい、これがこのぐらいなんていうんですかね、もう感度のいい浮きだともうちょっとした流れでこれだけ出るんで、これおそらく今日グラスとか PC ムック使ってるとあっという間に絞っちゃってここが出てこないっていうことになりかねないので、もう今日はこれパイプあってよかったなみたいな、もうまさにそういう状況です。そういうことなんですね。でこの状態でこれは言ってみたら保険というか自分の安心感を確認するための作業なんで、はい、地底の硬さによって結構ずらし幅変えたりします？そうですね、それはありますね。基本やっぱり柔らかくて、掘りやすいところの場合っていうのはもうそれこそ1枚2枚でこういきなり変わっちゃうことがあるので、その場合は若干多めに、出すというのと、あとヘドロの質にもよるのかもしれませんけれども、ヘドロがその地底にこう埋没してしまう、クワセの重さにもよりますけど、入ってしまうとやっぱり当たりが出にくくなるっていうのがあるので、軽いクワセをわざとその薄いヘドロの上にこう軟着陸させるみたいなイメージでこう落としたい時には若干こう多めにずらし幅を取って、当たりを出しやすく、魚がこう餌をね捕食しやすいようにします。で今バラケをつけてね打ち込んだんですけども、今沈没しましたよね。これは今この餌付けの量も加えた時の圧ももう魚がいない状態ではとりあえず強すぎたということですので、これ次につける時には今のつけ方よりも若干こう小さくするか、こうちょっとね圧を強くしないでちょっとだけエアをかませた状態で打ち込んであげると、必ずこのトップが残った状態でクワセもそこについて安定した状態ができるので、それは次の一投を打つ時にはもうそうするっていうのを今頭の中にねこう思い浮かべながら今やってますけれども、今ちょっと前までもね餌打ちしてたので、もしかしたら魚少しいた場合にはもうここですぐ浮き動いてくるかもしれませんけど、全く魚がいない状態でスタートしたのであれば、とりあえずは今、餌落ちメモリが6メモリ出しで決めました。でクワセがついてその6メモリ半ぐらいがちらっと見えたところがあります。ちらっと見えたところがあるっていうのが今この時点でのいわゆる上張りのバラケが完全に抜けた状態っていうふうに理解してますので、ここでは基本的には上のバラケが完全に切れるまでね、ここまではゆっくり待っていた方がいいかと思います。今これバラケが溶け始めて浮きがちょっと戻ってきました。で全くね魚がいない、本当にその日最初に餌打ちを始めたのであれば、一旦入れた浮きがちょっとこう戻してきたらね、早めに打ち返してもらっても構わないんですよね。まずは魚はやっぱりポイントに寄せなければいけないので、帰ってくる前に当たっちゃった場合は基本あんま取らない方がいいですか？ばらけるまでに取っちゃうと次が釣れなくなってくるとか、そういうことをおっしゃる方もいらっしゃるんで、実際問題、浮きが馴染んだ状態で当たりを取るっていうことはもちろん食ってることも当然あるし、食ってなくて上張りに当たって
そこで当たってる可能性もある、ばらけが上にあって食わせが下にある、そういう状況の中でどっちに当たってるのかわからない状況の中で言ってみたら確率 50/50 ですよね。ならば上のばらけが完全に切れたところまで浮きを上げといて、で食わせだけで待った時に出る当たりだけを取れば、これは 50/50 からもう0-100ですよね。そういったことからするとばらけが完全に抜けた時の当たりを取っていった方が、確率的には高いのかなっていうのがまず一つ。それとやっぱり上のばらけが残ってる時に、自信を持って合わせて下張りを食わせたとしても、上に残ってる状態で合わせると、その残ったものが若干こう上張りに引っかかったまま上に舞い上がったっていうことで上ずりを助長させてしまうっていう、そういうリスクもあるので、それを考えたらやっぱり上張りが完全ばらけがこう抜け切った後の当たりを取っていった方が、その後ねこう安定してこう釣り続かせる試合を作るにはメリットあるのかなと、私自身どちらかというとそちらの方を実践しているタイプですね。よく釣り方がちょっとねこう遅くなるとか、せっかく食ってるって分かってるのになんで合わせないんだって言われることもあるんですけども、別段ねその、競技の釣りをやってるんだったらいざ知らず一日安定してねこう釣ろうと思ったらそういうところにもこう気をつけていった方がいいのかなというふうには思いますね。ありがとうございます。ね、ちょっと触りましたね。触ってますね。これでもねまだ上のばらけがちょっと残ってるんだよね。もうちょっと2分残ってるのか、もうちょっと切れてくれるとね。そう。今の動きで完全に上から抜け切った感じね。でまたちょっとこう触ってますね。じわじわっと入ってます。この辺の浮きの動きっていうのがこのウィンターバージョンって非常にこう表現力豊かでこう我々の目にねこうそういう情報を伝えてくれるんで非常にありがたいんですけれども、パイプいい当たりでしたね。素晴らしい。教科書通り。素晴らしい教科書通りの当たりでしたね。ね、今日はこの底の魚がねすごくこう大きいですね。コンディションのいいというか、大きい魚が多いので。ありがとうございます。いいヘラだ。声優さんのヘラはいいヘラです。もっと大きいのがいるよっております。言ってます。仲間をね連れてきてくれると思いますんで。で今ね本当に理想的な当たりで釣れたんですけれども、大事なのが食い当たりが出る前のふわふわっとしてる浮きの動きなんですよね。ばらけが抜け切って、その抜け切ったもうあくまでイメージですよ。今の場合ですとこれあくまでイメージですけど、大きくつけたばらけがねもう最後の最後でおそらくこんなもんなんじゃないのかな、こういう感じで最後いるわけですよね。で最後のところでこれがパッと落ちると、ポトンとね落ちるわけですよね。でこれが地底に行く間にあまり早い段階でこう浮きが動き出しちゃうとちょっと魚が上かなと思うんですけど、ぐらいのタイミングで動き出すっていうことは上から抜けたばらけがこの辺りからその下かなに限りなくそこに近いところのヘラブナが落ちてきた餌に対してこう何かしらのアクションを起こしているっていうことはもう食わせに向かって直下にある食わせに向かってこう魚がねこう何かこうアプローチをしてきてるのかなっていうふうにイメージしていったところへ来て当たりですから、もうこれは合わせはぐることもないですよね。あれがこうなんていうんですかね、びっくり当たりっていうのがいきなりこう突然ポンと当たったりすると、釣れない、それが空釣になることも結構あるんですけど、今みたいにばらけが持っていて抜けて触って当たるっていうこの一連の動きが出てる時っていうのはほぼほぼ食ってる確率が高い、当たりになるので、そういったところをねこう気をつけていると、例えばもし今のふわふわっ
とした状態で空振った時って言ったらもう 100% 食わせを食いはぐってるっていうことで、次に考えることは食わせを食いやすい状態にしなければいけないかなと思って、例えばいい持続を探すとか、そういったことも考えなくちゃいけないんですけども、あれが前触れもなくいきなりツンと当たって乗らなかったら、それは食いはぐりというよりむしろ全く違うところのヘラが日糸とかハリスに当たってのいわゆる糸ずれっていうふうに考えて、特に何も考えずにね、逆に食いにくいっていうふうに考えるんではなくて、魚の動きを少し落ち着けてあげようかなと思ってバラ毛の付け方を丁寧にするとか、バラ毛の大きさをちょっと小さくするとか、そういう方向に自分の釣りを持っていく、組み立て方としてはそういう手順を踏んでいます。今ねちょっとね餌付けが甘かったんで途中で落ちてしまったので、ちょっと今なじみ幅がほぼほぼ出てないんですけども、で段差の底釣りのいいところって、例えば餌付け失敗してなじみ幅出なくても、地底に魚が溜まった状態であればこういう動きが出るんですよね。これも段差の底釣りをやるときに非常に大事なポイントで、こういう状態が続いている時っていうのは次にまたバラ毛をつけて打ち込む時に必要以上に大きくしない、必要最小限のバラ毛でいる魚を足止めしながら確実に拾っていくっていう、そういうことができるので、この動きが出てる時っていうのはまた釣れるチャンスがあると思いますよ。いや、とても勉強になります。いや、とんでもないです。本当にありがとうございます。今ね、微妙にちょっと流れちゃうんで、もしかしたらこれもうちょっとずらしちゃった方が今いいかなっていう感じだよね。そうですよね。はわせ気味にして浮きのトップも下がるし、下につく量も多くなるから流れなくなりますもんね。いやー、ケンケンさん、いや目から鱗ですよ。鱗すりますね。もうなんとなく浮きの調整とかしてたけど、ちゃんと浮きに答えがあったんだね。そっからのやっぱり、たとえね、なんていうの、間違っててもいいんですよ。あくまでその浮きの動きを基準に考えて、自分が次に何をしなければいけないかっていう考えるっていうのを習慣づけてると、やっぱり確率的に間違ってると当たることもあれば当たらないこともある。50-50もしくは当たらない確率が高ければ、それはほぼほぼ間違いなく間違いなんですよ。でその確率がだいたい 7,8 割を超えて、だいたい合ってるなと、こういう時にはこうした方がいいなってやって 7,8 回当たれば、それはもう OK。 それからあとは間違いなくそれを最初にやっても、だいたい正解で釣れるかなっていうふうに多分なると思うんですよ。で今みたいにああいうタイミングで合わせると上でもう擦れてるけど、ああいうことになっちゃうから、ああいうところで合わせるのは良くないですよ。今日の餌はどういった餌で作ってるんですか？今日はね、先ほど金谷にアドバイスいただいた。坂に説法じゃないですか、そんなの。いえいえいえ、金谷餌ですか？もういただいた粒段底です。はい。粒段底 BB。粒と段底だけですよ。段底だけ。いやもうシンプルが一番ですよね。粒段底水。これでね、段底も多少活性がある時期っていうのは、粗いお麩が入ってても魚の反応って上手に出せるんだけども、本当にね寒い一番厳しい時期になると、粗いお麩が多く入ってると、それに魚が引き寄せられちゃって肝心の食わせの方に来なかったりとかっていうことがあるので、自分の中の判断基準としては、そこそこ活性がある時期はちょっと粗いお麩が入ってても OK なんだけど、一番厳しい時期にはなるべく粗いお麩が入ってない細かいお麩だけ、もちろん粒は入るんだけど、それの後にまとめるお麩の不在としては、できる限り細かいお麩をベースに考えてる。前のねシーズンの場合はやっぱり粒とセット専用をベースにしながら、粗いお麩がちょっといい時には櫓を入れたりとか、セットアップを入れたりとかで、ちょっとね、魚が本当に厳しい、ほとんど動かないような時になった時には、それに代わる餌として
吹雪とか、ばらけマッハとか、もうそういった微粒子系の餌を入れて、ゆっくりこうばらけさせてあげた時の方が杭当たりにつながったことが多かったかな。でやっぱり底釣りなんで、何かしらおかしいなと思った時にはとりあえずはやっぱりしっかり棚を測り直した方がいいと思います。まあ普通のバランスの底釣りはもちろんなんだけど、段差の底釣りもしっかり、例えば今みたいな当たりが乗らないってなった時に、まああれこれ考えるよりもまずはちゃんと食わせがそこについてるっていうことをもう一回再確認するためにきっちり棚を取って、まあこれだけばらけを残した状態で浮きが上下するっていうことはもう紛れもなく中層に魚がいっぱいいるということなのでね、なかなかハイシーズン、その段底のハイシーズンになった時にはこういう浮きの動きにはむしろやろうと思ってもならないとは思うんだよね。どちらかというと動かしたいんだけど動かなくて釣れないことのがね多い時期にやる釣り方が段差の底釣りだから。金谷段底面白いよ。面白いですかね。ああ、いいとこ食ってますね。さすがです。なんで外れてあれ落ちちょっと取りました。途中で外れた。取りました。いやでも今食ってましたね。食ってはいたけど外れた。いやでも素晴らしい感じです。それでは稲村さんありがとうございました。こちらこそお世話になりました。本当に今節丁寧にご解説をいただいて、もう最後盛り上げきれずに申し訳ないです。もうあれもリアルですよ。そんな僕たちも部屋の閉園1時間前にちょっと段底お願いしますって言ってる方が頭おかしいので、しかもこの時期に。ただ今日の動画で本当に段底今季楽しんでいただけるかなと思いますので、ですね、ぜひやっていただきたいですね。そして今回新しくクルージャーウィンターバージョン段底細パイプ追加されてますんで、もう稲村さんの実調解説を聞いていただいて、そして細パイプ購入していただいて、そして声優子さんで釣っていただくと。そうですね。はい、それがフルセットで、その3拍子揃った釣りで今年の段底を楽しんでいただくということで、もう今日ケンケンさんも準備段階から段底忘れてたじゃん。そうだね。ちゃんと見直して頼むから。何回も繰り返し見ますこれは。ちょっと今度テストするから。はい。よろしくお願いします。わかりました。取材者は私で。ぜひよろしくお願いします。それでは本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。